LED 化したりする。試しにつけてみたら光らなかったんですけど、今やってみるとね、おとなしなんでね、静かなんですけど、光ってますね。はい、じゃあヘッドライト変えていきましょうか。ユニットがね、大きめですね。で、こちらの箱の方に取り付けの金具ですね。タイラップですね。インシロック、あとは取り扱い説明書。あと全部入ってますね。バルブあった、バルブ、スプリングある、いろんな言い方ある。スワナル、取り付け方法に載ってますね。やっていきましょうか。これは USB です。これはスイッチですね。さっきね、ファン回ってましたけど、最近ファンが回ったり回らなかったりするんですよ。調子が不安定なんで、暗かったり明るかったり。今押したら通ります。こっち側はね、光ったり光らんかったり、ファンがね、回ってないから熱持って、で、だれてみたいなのがあったのかもしれないですね。そう思って乗ってたら、めっちゃ明るい時もあるしね。で、ゴムキャップを外しの。この配線は邪魔だぞと、バルブスプリングを買った。よし。取り外せました。じゃあまたゴムキャップは使用します。めっちゃしっかりしたのに入ってんな。今回このユニットはごっつい。前のはね、これだけやったんで、ファンがついてるってやつですね。今回ファンはついてない。ヒートシンクはついてます。ヒートシンクをまず外していきます。普通に左へひねると痛。普通に回すと取れます。結構回しますね。はい、取れました。LED 本体をさせます。ノーマルのスプリングやったらこれ引っかかっていけないので取り外します。こっちがノーマル、こっちが付属されてたやつ。ノーマルの方が若干細いので、もう少し開けないとうちの新しいやつ入らないですね。まずゴムキャップを通して取り付け、こんな風に台座じゃ出てないんですけど、こういう風に出るまでこう押し込むとヒートシンクがつけやすいみたいですね。押し込んでここまでしっかり全部出るようにするとヒートシンクがつけやすいということです。はい、取り付けます。よし、問題なくつけれました。で、車種によったらこのゴムキャップの先端が邪魔でつけれないっていう車種もあるらしいので、そういう場合はこのゴムキャップの先端を切る確保もちょっと必要かなと書いておりますが、アドレス125は大丈夫です。あとは配線していきます。ここにはメイドインチャイナって書いてあるね。テープはメイドインチャイナ。このテープはいらない。矢印があるので、それ同士がグッと中まで入れて、これを回して固定します。はい、OK です。見たら広がってるなと思ったけど、なんか余裕持ってる感じやな。クオリティはやっぱいいですね。問題なくはまりました。車種によってはあまり切らずに少し間が空くっていうことでしたが大丈夫です。間が空く場合はね、防水加工してくださいということです。設置は以上ですので、これをね、固定せにはいかんのですが、テント確認をまずしてみましょう。ちょっと眩しくなりますので、ご注意くださいね。コントロールユニットですけど、この辺に取り付けました。でも正規の取り付け方じゃないですけど、反射もしないのでいいかなと。
どうせならっていうことでブレーキのバルブも買っております。レッドちゃんとハサミを使うよ。ちゃんとハサミを押して左に回してブレーキランプはこのトッチの長さが違うんですけど、短い方近い方が下、太い方が下で右回し。通り走ってきたんですけど、やっぱりウインカースロットルをね回したら発動するんですけど、回転数がね落ちたら足らないっていう現象が起こってしまいました。この音が出るリレーに変えてうまくいったんでね、試しにノーマルつけてやってみたんですけども、こっちでは光らずに、それはノーマルやから光らへんかっていうので納得やったんですけど、今度これに戻してつけるとなぜか光らなくなって、リレーの性能によってもねこう光らあるかなと思って、もう一個ね実はウインカーリレー買ってまして、 LED フラッシャーリレーです。音なしなんですけども、ウインジゲーターをね LED に変える前も試しにつけてみたら光らなかったんですけど、今やってみるとね、音なしなんでね、静かなんですけど、光ってますね。あとこの ACC 状態でも光ってくれてますね。エンジンかけなくても光ってます。ここはなんか弱い感じやな。のリレーやったらインジゲーターのところに加工しないと結果つかへんかなっていう感じですね。ちょっと間ついたやつはあれは一体何やったんでしょうかね。短すぎた。しまった。どっからか取れてなかったんやけど、とりあえず押すつけ終わりました。袋の方でアースつけていきます。ぴっちりはまったな。このままつけて。はい、アースはここにかまそうと思います。でもう一個の方にここに繋がるわけですね。こっちにメスつけていきます。狭いんでね、やりにくそうですけど、スリーブ通しましょうね。はい、OK。ではつけていきます。はい、OK ですね。あとはアース。後ろも OK。リレーをね、音も出るようにして、うまくいくとオール OK。クーターでウインカーがね、カッチッカッチってことがないと寂しいんでね。よし。確立させた時に、このデータが LED やったら分かんないかな。ノーマルキューブ。通常モードやったら今、現在動いてますね。ただここを LED に変えると、意外に通常の変えて、後ろも OK。結果配線がこういう形になりましたね。ちょっとごちゃごちゃしてますけど、これはここに入るんですけども、ウインカー LED に変えて左エンジゲーター右ってこうつながってる車種、電気がねつながってる車種はこの配線をすることで一つ一つ独立させて、片方つけた時にもう片方がつくっていうことはないような形で、ただ今度ここノーマルのバルブなんですけども、これを LED に変えてしまうとつかない。消費電力が関係してるんでしょうけど、ちょっと僕はそこまでわからないので、もし詳しい方いらっしゃいましたら。
終わり。あー無事着いた。ん荷物。